専門店を、作るというプロジェクトっていうのは、建築的に簡易になってしまうとフードコート化していく、それをどう避けるかというところが一つあると。それと出発ロビーにあるので、その街を歩いていたら町屋に出会うような感覚をどういったファサードで構築するかというところっていうのを注意して作っていくところから始めました。で結果的には専門店を3つ同じ区画に作って3つで1つのお店を作ろうというところまで協議の中で決まっていって、そこ3つのお店が並んでいるような風景を出発ロビーの中に構築するという、そういったところから着手していきました。羽田空港の区画、出発ロビーにある店舗の区画っていうのはどうしても柱で区切られていて、柱の間にファサードがはまってるんですけども、そこから少しセットバックをさせて、軒下のような空間を作って、区画とは別にファサードを構築することでその3つのお店が並んでいるっていうような様相を作るということを最初に提案をしています。でその軒下があることで出発ロビーっていうのは非常に人が行き交う空間なので、人が滞留したりだとか少しそこでウェイティングができたりとか、そういう機能的な部分も兼ね備えることで異なる店が、店舗が3つ並んでいる状況に対しての機能的な補完っていうのもその軒下で作っています。でどうしてもこの軒下、余剰空間なので、そういった商業施設では、あまり作りたがらない部分なんですけれども、そこが日本的な空間の要素なので、そこの重要性を、うまく、事業主と理解をし合って、その場所を構築して一品屋には3つのお店があるんですが、今は真ん中が朝ごはんで左側が丼で右側はラーメンの、を出しているお店なんですけれども、それぞれの区画でメニューというのはアップデートできるようなことも想定をしていて、オープン時はその朝ごはんの右側はすり流しという和食のポタージュですね、和食のポタージュを出しているお店だったんですが、その後今は和風のラーメンのお店になっている。で、専門店として、お店が変わっていくことも想定したデザインというところで、できるだけ抽象的な表現というところをこだわって作っています。なので3つの店舗のデザインという意味ではそれぞれ同じデザインなんですけれども、それを違うお店に見せるために異なる木材を使って入った時の雰囲気というのを変えています。でそれぞれのパーテーションは全てガラスでできているので、各店舗から隣り合うお店というのが見ることができるんですが、空間を包み込んでいる木の種類が違うのでそこで奥行きを感じていくことができます。空間の奥行きの感じ方も、日本の部屋が連続していくような構成を喚起させたりだとか、そこにも日本的な空間で食を楽しむという仕掛けを